映画バブルで監督を務めました荒木哲郎です。音楽を担当しました作曲家の澤野弘之です。今日は僕たち2人で、シーンを見ながらバブル制作の舞台裏を語っていきたいと思います。来たな。そのあぶくのポヨンっていう音にその吐息を全部じゃないんだけど吐息を混ぜることにしてて、でそれがだから生命体であるってことをその吐息で知らせる。これはでもね、川村さんが最初にアイデアとして言ってくれたやつですけど、すっごい効いてますよね。この映画のその音楽の作業、ハミングを作っていただくところから始めたじゃないですか。そうですね。どうでしたか？そうですね。やっぱなんかハミングもちろん音楽ではあるんですけども、基本的には劇伴って後ろに対するBGM として、感情表現だったりスピード感とかを煽ったりする。だけどハミングはもう本当に劇中で主人公が聞こえる音だったり、口ずさむ音とかその作品の中の重要なものにはなるので、どうしようかなって考えて、たまたま学校のチャイムみたいながあって、あれって確か4つの音の組み合わせだったんで、じゃあそれを今回のハミングのヒントにして作っていくのも面白いかなと思って、でも何パターンか作ったと思うんですけどもね。でもやっぱその感じが荒木さんにも面白がっていただけたんで、結果的に4つの音で構成するっていう風にしたのは、僕ぶっちゃけ勝手に初めもう学校のチャイムのまんま作ったバージョンとかも作ってたんですよ。それは出さなかったんですけど、でもチャイムだと安易だからやっぱ少し音階は変えようと思って変えていきましたけどね。でもその音の質は宇宙からのメッセージ系の音ではあるんだけど、その音階が実は我々が普段からね接してる学校のチャイムを思わせる音階っていうのはすごいいい回答だなと思いました。本当ですか？謎の未知の生命体の音でもいいし、その姿とか絵でも同じなんですけど、を作る時に本当に全く見たことのないそのものよりも、実は既視感がある誰かが実は見たことがあるものを別の文脈で出してあげることの方が驚きが大きいというか、世界が広がる感じがしたんですよ。だから今回のこのハミングの正解がチャイムだったっていうのは結構大きい発見でした。このシーンはあれですね、割と映像を先にお出しし音楽を合わせてもらった、今見えてるこれとかね、絵コンテが全部上がった後で最後に足したシーンだったりして、で一回音楽も上がってもらってたのに、さらにここに音楽を足してくださいとか、結構フィルムの事情に音楽を結構合わせてもらったという感じのところで、意外にそれって今まで澤野さんとの仕事でやってなかったんですけど、初めてだったけど結構うまくいったなと思ってて、ここはそういう意味でも大好きな場面ですね。作業の流れ的には多分最初はメニュー表を出してもらって、一応シーンごとの曲を僕がまず一回大まかなものを作ってって、でそれを映像に当ててから、やっぱちょっとここをこうしたいっていう部分を河田山本君がよりその映像に合わせて編集エディットしてったり、必要な部分は編曲してってくれたとは思うんですけれども、その効果がやっぱ、今回の作品は大きく出てんなっていうところありますし、今のはこのシーンだとやっぱりメインテーマのメロディーがフィーチャーされてて、それもちょっとストリングスだけのサウンドにはなってるんですけども、多分発注表だと人魚姫
っていうテーマでもらってる曲だと思うんですけど、なんかねでもこれだからメインテーマもそうなんですけど、なんかこう澤野さんの新しい一面こうなんか俺引き出せたかなって引き出せた気がするって思ってでもそうですね、僕もやっぱ荒木さんのこれまでの作品はやっぱスケール感も含めて割とリズムとかも強く出して、勇ましさとか、主人公たち側のその寄り添うメロディーのものを作るとしてもやっぱりちょっとパーカッションだったりオーケストラも厚み出してブラスとかでより高揚するような音楽を作ってた中で、こっちは今回のそのバブルはやっぱ感情になるべく寄り添うっていうような、そのだから同じオーケストラは使ってはいるんですけれども、そんなブラスをはちゃめちゃにバーって鳴らすとかじゃなく、やっぱおのおののなんか気持ちの部分に寄り添った形で、なんか綺麗にメロディーが聞こえるなみたいな、音楽になればいいなっていう風に作ってきましたけどもね。ここはでも本当なんかね、俺の今までの映画には決してなかったテイスト満載の俺にもこんな心があったのだといやありましたよありましたよ、そういう気持ちになったこうなんていうのかな、どうよって思ってる場面ですよ。ありがとうございます本当に。荒木さんの作品で歌の曲いろいろ作ってきたんですけど、でもそれってあくまでその主人公たちが動いてる後ろの BGM として歌が鳴ってるっていうところで、今回ってやっぱ歌がちゃんと歌い始めてっていう、そういった本当にキャラクターが歌ってるって流れの歌物っていうのは、もちろん歌詞なくラララではあるんですけれども、でもそうした部分で作れたのはすごく新鮮だったですしね。歌初め動き出した時の動きってやっぱ基本パルクールにある動きなんですか。なんか僕めっちゃ竜巻旋風脚に見えるようななんか足のバーンってなって、ああいうのもなパルクールじゃないものの中から引っ張ってきてる動きもたくさんありますね。マーシャルアーツであるとか、そういったその格闘系の動きの中から拾ってきてるものもあるし、ただねここでやろうと思ったのはどっちかっていうとバレエですかね。バレエの動きで踊るっていうふうにまずは考えたんです。でなんだけどなんていうか彼らがこう練習してきたのってパルクールで、必ずしもバレエの動きってパルクールとこうなんていうのかな、いつ歌はそんな動きを覚えたのかって感じになっちゃったんですよ。バレエの動きそのものだと。でじゃあっていうんでくるくる回転する動きを使っての他のジャンルで言ったら実はそのエクストリームマーシャルアーツとかそういうジャンルになったんですよ。でそれが結果的にバレエっぽく見えるアレンジをしたみたいな、そんな感じですね。そういうことなんですね。聞いてもらうと確かにそういうのをやってたなという感じなんですけど。なるほど。これ初めて言いましたわ。そういう質問されなかった。ありがとうございます。僕が格闘ゲーム世代なんで竜巻旋風脚みたいだみたいな感じで。このシーンのその曲合わせで絵コンテを書いた時に、結構正直これはいいぞと思ったんですよつうか自分的には最高点出しちゃったなと思ってて、この先これを超えるシーンなんて俺書けるんだろうかって心配になっちゃうぐらいです。というぐらいなんか今回このバブルって仕事から俺が生み出すべきものはこれだったのだというふうに思って、それをこの歌が導き出してくれたので本当に感謝しているんです。こちらこそです。つまりアクションでありながらラブっていうものがこの映画のユニークなところで、でそれを
初めてこうなんて踊りの手でこうかけたって思った瞬間だったもんですから。いや僕もこのシーンはすごく好きですね。バブルは、Netflix で配信中です。ぜひご覧ください。